久我恒子さん、当時15歳。爆心地から約 2km 離れた福島町で被爆しました。原爆にあったのは電車に乗ってたからね、ピカッと光った時をね、立ってたんです。もう満員電車ですからね、前へ進むにも進まれんからね。だからそのまんまパーッと光がね、私らは雷が落ちたんかな思ってたんですよね、電車へね。我らが乗ってた電車へ雷が落ちたんだろう思ってたんですよ。そしたら後からみんなに聞くと、あれがわけのわからん原子爆弾だ言われてね。広島のものはねピカッとなってドーンと言わなかったからね、ピカピカ言ってたんだけどね、眩しかったいうんか、私らは全然ね、大人の立ってるところのね潜り込んだからね、だからもう見えなかった。原爆が落ちた時はね、耳と目を塞ぐのはとにかく習ってたからね、だからそれを実行してたんですよね。目をこう開けたらね、そしたらガー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 言うて声聞こえるのよね。ほいじゃから、ああこれが今三途の川を渡るとこじゃな思ってね、まあ全員がみんながガー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 言ってるのが耳に入るんですよね。窓側の人はね血を流したりしてたけどね、ガラスの破片が飛んできてからガラスがここへ刺さったりしてる人もいたりしてね。電車の中はね、私は入り口だったからね、すぐ降りたからね、だから分からなかったけどね。で電車の軌道がね煙が出だしたんですよ。だからそこを渡ると私らが焼け死ぬるから思うてね、ほいでそれを渡らずにね、ほいでもう一つ下に旭橋いうんが新しくできたんがあったからね、それずっとみんなが渡ったんですよね。それから後に川の中で私らの姿を見たらね、姉ちゃん姉ちゃんって水をください言ったんだけどね、水をあげたら毒ガスが入ってるからね死ぬるからいって言われてたからね、だから水もあげられないしね、姉ちゃん姉ちゃん言ったからね、あげればよかったかな思って見たりしたんだけどね、だけどもうそんなこと考えとる暇なかったですよね。私らはもう草津のみんなが流れて歩いてるからね、それつられて歩いてたんですよね。そしたらよそのおばあさんが、あの頃は近所にも外に蛇口があったからね、それでこれで顔を拭きなさい言われたからね、ほいだから友達の顔を見たら、その頃はもう黒い雨がね降ったからね、ほいだからそれで黒い雨かぶったったら結局は毒が入ってるからね死ぬるんだいって言われたからね、だから
顔だけ洗いなさい言うて、よそのおばあさんが、知らないおばあさんが言われたからね、ほいだからそれを信じて、顔洗ったんですがね。恋の小学校まではみんながずっと行ってたからね、それついて恋の小学校まで行って、校庭の様子はね、すごくその晩、あれが人の穴がずっと掘ってあってね、そこへ投げ込むんだからね、校庭の石畳のところでね、ずっと夜通し座って6時頃までいましたかね。その頃になったら新型爆弾が落ちたからね。だから言うて、恋の小学校の後ろに衣装部屋がありますでしょ。あそこで学徒だけはあそこへ寝てて、一クラスでしたからね。皮がずるっと当たったら皮が剥げるんですよね。やけどじゃから。私ら気持ちが悪くて触らなかったですよね。豚みたいに足の方も焼けたり腫れたりしてるからね。だからこれ妹ですよってからその人らが言われてもね、信じられないんですよね。ブヨブヨになったのがこうして手を、あんな妹がいるんかな思ったりしてね、その人は思ったけどね。だけど私らにはまあ兄弟言うてもね、そんなのいないからね。だからそんな腫れてるでしょ。気持ちが悪い思うだけでね、もう毎日なことだからね。だから幽霊みたいな感じですよね。亡霊みたいな感じでブラブラして、手をねこうしてブラブラしててね。父がずっと探し歩いてたからね、しばらく経ってからですよね。目が見えなくなりましたよね、白内障で。やっぱりもう戦争は嫌ですね。